こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回はこちら、さつまいもです。さつまいもを使ったとっても簡単なおやつをご紹介していきます。さつまいもというとカロリーが高いイメージがあるかと思いますが、さつまいもにはカロリーベースで考えない方がいい素晴らしい栄養素がいろいろと含まれています。さつまいもの素晴らしい栄養素についても解説してまいります。ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。さつまいもの栄養について解説いたします。さつまいもにはビタミン C やビタミン E、そして食物繊維が非常に豊富に含まれています。食物繊維の中でも不溶性の食物繊維が多いので、便のかさを増やしたり、腸の蠕動運動を促してくれるような働きがあります。そしてカリウムやナトリウムのバランスがいいので、むくみを改善する効果もあるんですね。さつまいもの断面に見られる白い液体が出てきますよね。あれはヤラピンという物質で、便を柔らかくして便秘解消に非常に役立つ成分なんですね。そしてさらにレジスタントスターチというものが多く含まれます。レジスタントスターチというのは難消化性でんぷんのことで、でんぷんなんだけど水溶性や不溶性の食物繊維両方の特徴を併せ持ったような働きがあるんですね。で、このレジスタントスターチというものがあるおかげで、血糖値の急上昇を防いだり、コレステロールの吸収を防いでくれるような効果があります。そして皮の部分に多く含まれる紫色の色素アントシアニンは視力を助けてくれたり、赤ワインに含まれているような抗酸化物質でもあるんですね。そしてまたさつまいもを切った時にちょっと茶色くなる物質ありますよね。クロロゲン酸といって抗酸化物質になります。これらの栄養素を余すことなく食べるように、今回は皮ごと使った手軽なおやつをご紹介してまいります。皮ごと使う揚げない芋けんぴをご紹介します。もうレシピというよりは作りたいだけ作るというアバウトな感じで進めていきたいと思います。ここにね、ちょうどこのぐらいのサイズのさつまいもがありますので、使い切りでね、作っていきたいと思います。まずね、今回はもう皮ごと使うということなので、端っこの部分だけ切り落として皮ごと全部使っていきます。もうね、厚みも幅もね、もう適当で大丈夫です。いろんな大きさのサイズになってしまってもね、あまり気にせずにザクザクと千切りにしていきます。このように最初にね、輪切りにしてから千切りにしていくと、ちょうどね、皮の部分が両端につくのでね、同じような表情がね、作ることができるんですね。あとはお好みの細さにしていきます。あんまり細くしちゃうとね、折れやすいので、ある程度の太さを確保しながら細切りにしていきますね。こんな風にね、するとちょうど皮がね、両側につくような感じで、同じような雰囲気のさつまいもになります。で、今回はこのままにしておくと多少色がつくんですけれども、どうせ焼いちゃうと焼き色とかもついてくるので、もうこのままお水にさらさないで使います。このお水にさらしてしまうことで、レジスタントスターチとか水溶性の栄養素、例えばクロロゲン酸なんかもお水に溶け出してしまってもったいないので、通常はね、お水にさらしたりするんですけれども、このまま使っていきます。わかりますでしょうか？ちょうどね、皮と実の間に黒い線が出てきますよね。この黒っぽくなってるところがね、ヤラピンの部分なんですね。便秘解消には重要な成分なので、あまり気にしなくても大丈夫です。若干ね、色が変色してきますけれども、これもクロロゲン酸というポリフェノールなので、このまま使っていきます。もし気になる場合は、少しお水にさらしていただいても結構です。はい、フライパンを中火にかけていきます。米油です。油の量はお芋の量に合わせて調節してください。こんな感じですね。はい。ここにごま油を少し入れていただいてもいいし、オリーブオイルを使っていただいても結構です。お好みの油を使ってください。はい、さつまいもが入ります。オーブンで焼いたりする方法もあるんですけれども、フライパン使うのがね、一番ある意味手軽じゃないかなと思います。今回はフライパンでやっていきますね。もしオーブンを使いたい場合は、
200度ぐらいのオーブンで、お芋の大きさにもよりますけれども、10分から20分ぐらいの間ね、焼いてください。はい、今回はフライパンなので、もうこういう感じでしばらくこう放置しながら、たまにかき混ぜてあげるという感じで火を通していきます。時々こんな感じでね、フライパンを揺すって全体を返してあげてください。で、蓋を閉めると蒸し焼きになって早く火が通るようなイメージあるかと思いますけれども、あんまりしんなりさせたくないんですね。どちらかというと水分を飛ばしていきたいので、蓋はしないで焼いていきます。こんな感じでだんだん焼き色がついてきます。お芋の色もだんだん黄色が濃くなってきましたよね。こんな感じで適当に返しながら火を通していきます。だいぶね、もうお芋に火が通ってきてるんですよ。今食べても結構ほっくり柔らかい状態まで来てるんですね。ただね、もうちょっとここからしっかりと焼き付けていくと、もう少し香ばしい感じの仕上がりになりますので、焦がさないようにしながら全体をゆっくり返して、全体に焼き色をつけるようなイメージで火を通していきます。だいぶパラッとしてきましたよね。全体がこう返してね、パラリとしてるような状態でしたら、ここで火を止めます。合計で10分弱ぐらい炒めているような感じです。で、このまま少し火を止めてこう空気をね、こう含ませていくとさらにパリッとしてきます。で、今回は水溶性の栄養素、一切お水もさらしていないので、栄養を逃さずにそのまま使っています。さらに油を使っているので、ベータカロテンとかビタミン E とかさつまいもの脂溶性の栄養素の吸収も良くしてくれています。揚げてないのでね、油の取りすぎもないし、とってもヘルシーです。少し余熱でこう火を通してあげるとパラッとしてきます。火を止めてから 2,3 分放置した状態になります。そしたら今回は3パターンの味付けをします。このままでもね、十分美味しいんですけれども、バリエーションとしてね、楽しむ方法をご紹介したいと思います。なんとなく3分割ぐらいにしておきますね。はい、もう洗い物を出したくないので、このフライパンの中で全部完結したいと思います。それではまずこちらの方はシンプルに塩味でいきたいと思います。さつまいも自体の自然の甘みを感じるにはね、お塩がおすすめです。お塩が入ることでね、また甘みも引き立ちますよね。電子レンジで加熱したのと違って、さつまいもの中のね、でんぷんがゆっくり透過しているので、甘みもね、増して美味しいんですよ。こんな感じでね、お塩を軽く振って仕上げたものになります。もうこれだったらね、お酒のおつまみにもいけちゃいますよね。はい、続いて今度こちらです。こちらはですね、蜂蜜を絡めたいと思います。メープルシロップとかでも結構です。お好みのものを使ってください。量ももう適当です。お好きな量を使ってみてくださいね。はい、でここで全体を絡めて、それでもう完成です。とっても簡単ですよね。またね、蜂蜜とかね、メープルは甘みの中にも深みがあるので、とっても美味しいんですよ。ここでもね、ちょっとだけ隠し味にお塩を使うと甘みがさらに引き立って美味しいです。この甘みとね、塩味ってすごくいい相性なんですよね。もうお茶受けには最高です。そして最後ね、こちらなんですけれども、単純にお砂糖とシナモンで仕上げたいと思います。お砂糖はお好みのお砂糖を使っていただいて結構です。今回はね、甜菜糖を使います。お好みの量で味をつけてください。糖分気になる方はラカントをね、使っていただいてもいいと思います。で、こちらはですね、シナモンでね、風味をつけてみようかなと思います。さつまいもとシナモンもね、すごく相性がいいんですよね。本当にもうお芋とシナモンがね、すごくいい香りです。これは本当スイートポテトみたいな感じの香りがして、とっても美味しそうです。早速ちょっとお味見をしてみたいと思います。立ったままで失礼いたします。いただきます。これはね、一番シンプルなお塩だけのものになります。いただきます。さつまいもの自然な甘さとお塩がほんのり効いてね、
すごく優しい味です。お芋の美味しさがシンプルに感じられるので、素朴な味わいがいいですね。はい、続いて、シナモンと甜菜糖です。まさにこれはね、スイートポテトと同じ味がします。でもね、意外とバターとか使ってないので、あっさりしてるんですけれども、コーヒーとかお茶で合わせていただいてもいいようなお味になっています。はい、そして蜂蜜ですね。これ蜂蜜とお塩少々入っているんですけれども、甘みをしっかり感じるのと、蜂蜜の風味とコクが広がってね、またこれはこれですごく美味しいです。今回ね、この3パターンでやりましたけれども、例えばお塩とカレー粉とか、お塩と胡椒なんていうね、塩気の組み合わせで作ってもいいと思いますし、お好みの糖類、黒砂糖とかね、使ってアレンジを楽しんでいただいてもいいと思います。ぜひ作ってみてください。今回はさつまいもでとっても簡単な揚げない芋けんぴをご紹介しました。やっぱりね、フライパン一つで作れるおやつって手軽でいいですよね。特に決まった分量とかもありませんので、作りたい分量でお好みの味付けで楽しんでいただけると思います。冷めて冷たくなってくると、レジスタントスターチはさらに増えるそうなので、便秘解消とかダイエット中のおやつにしたい方は少し冷たくして召し上がっていただくといいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。私の LINE 公式アカウントができました。友達登録をしていただくといろいろなお得な情報盛りだくさんです。ぜひ友達追加お待ちしています。